国に先駆けて町の情報化に取り組んでいる岡山市。その IT 政策を推し進めている市役所の情報政策課に一人のアメリカ人がいます。ロサンゼルス出身のスコット・レイダーさん38歳。インターネット関連の技術者としてアジア各地の民間企業で働いた経験を買われ、1年前に採用されました。スコットさんの仕事の一つは市役所のホームページを充実させていくことです。ある人がビワに見えるという。どうすればいいかな。ホームページに親しみを持ってもらうために岡山のシンボルである桃のイラストを加えるなど工夫をしています。白っぽい色の方がいい。どう考えてもまあですね。今の方がいいでしょう。ここをクリックしたら、このページに来ます。ちょっとサブ系ですね、これ。で、こういう状態にしようとしてますね。すべて作りました、この中。だいぶ、改善したつもりだけど。市内の情報関連の業者を集めての会議。スコットさんはこれまで民間企業で培った知識をもとにさまざまな折衝に当たります。専門知識のない職員に代わって仕事の内容や価格をチェックし、より安くより良いものの導入を図ります。スコットさんは先頭に立って町の情報化を進めているのです。岡山市は市役所などの公共施設と一般家庭を光ファイバーで結ぶ超高速通信の実験を始めています。すでに市内2カ所の地域では岡山ゆかりの桃太郎のアニメーションなどをパソコンで見ることができます。スコットさんの仕事はこの超高速通信をもっと市民の暮らしの中に広めることです。まもなくは街中、ほとんど全て光ファイバーに変わろうとしているように感じます。よくあるパターンだったら、東京大阪が先に進みますけど、今回は、岡山をみんな追いかけている感じです。スコットさんは当時珍しかったパソコンをおもちゃ代わりに育ち、大学でもコンピューターを専攻。卒業後は日本の会社に就職しました。まもなく日本人女性と結婚したスコットさんはさらに能力を伸ばそうと台湾やシンガポールの情報関連の企業を渡り歩き、幅広い経験を積みました。そして5年前、情報先進都市を目指す岡山市に落ち着いたのです。幅広い経験を持つスコットさんにとって日本の市役所の職場環境は大きな驚きでした。机狭いです。こんな感じで、こっち隣の机をちょっと借りています。で本当はこういうものも、隣に置きたいけど、隣の机の方がいっぱいですね。1ヶ月にこのぐらい増えますから、来年ぐらいは多分残業できないだろうと。日本に来た時に肩こりという言葉を何回も聞いて、さっぱり分からなかったですね。こういう狭いところで初めて分かった。スコットさんの肩こり解消法は休憩時間に歩き回りおしゃべりすることです。すごい暇でサーバーダウンしてないでしょ。全然。どうした？いやサーバーダウンしてないけどちょっとトラブルが今日はタバコやめてとまだ言ってないでしょ。だから言いに来ました。タバコ？ああ、タバコはいやもう命ですからスコットさんの採用で役所内の空気が少しずつ変わってきました。日本人って結構あうんの呼吸で通じるところがあって、仕事なんかでもなんとなく8割方
っていうような面があったんですけれども、やっぱりきちっと意識して 100% きっちり伝えるようにっていうような習慣はやっぱりスコットさん来られてから意識するようになったかなと思います。彼の感覚っていうのはいろいろ期待してるというか、面白いやっぱ視点持ってるんで、教えてもらうというか、それは私自身の勉強の意味もあるし、彼の意見でいいところはどんどん採用していきたいと。現在スコットさんが取り組んでいる最大の仕事は電子町内会を作るプロジェクトです。市内の7つの町内会がそれぞれのホームページを作成、住民がそこにアクセスすることで地域の交流を活発にしていこうというものです。しかし町内会の代表はこれまでパソコンとは縁のなかったお年寄りがほとんどです。長年町内会長を務めている分片さんもその一人。スコットさんが指導を担当しています。これを消しましょうかな。ページの編集をしてください。ページの編集。はい。お年寄りにパソコンの使い方を教えることは重要な仕事。一人でも多くの市民が情報機器を使いこなしてほしいとスコットさんは思っています。で、今日はどこか難しい作業終了後、各町内会に意見を聞くことにしました。あと質問でもいいです。すぐにさっとなかなか頭に飲み込んでいけません。我々はだからもっと早くからこう準備して、それでスタートせんと何しようやらわからんっていうかわかる？わかる？意味。わかります。苦情もしっかり受け止めるスコットさん。市役所の中にも情報通信の専門知識を持ち、すぐに対応できる人材を育成しないと情報化は進まないと感じています。スコットさんが担当しているわけさんはホームページに載せる素材集めに追われています。生まれて初めてデジタルカメラを手にしました。どんなんができとるかな、あんまりいいのはね撮ってねえじゃな初めてじゃから。これからの時代は町内会にもインターネットが必要だと思い、わけさんはホームページ作りに参加しました。しかしパソコンは得意ではありません。あまり、上達しませんな。アメリカでしたら、年寄りが昔タイプライターを使っていて、で大体の人がブラインドタッチできますから、キーボードのアレルギーとかそれは全くないですね。それに対して日本の年寄りはキーボード嫌ですね。これ自動、これも自動ですね。スコットさんは時間を割いてわけさんを個別指導することにしました。住民の実情がわからないと本当に必要とされているものがつかめないと思ったのです。写真から撮ってやっぱりこの中にやっぱりカラーでカラーの方が綺麗じゃない。全部入れたい。スキャニングソフト立ち上げます。ここに載せます。わけさんはホームページに写真をたくさん載せて街の移り変わりを紹介したいと考えています。これですね。右の下。で機械を待ち。スコットさんは写真をパソコンに取り込む一番簡単な方法を教えることにしました。保存したら出来上がり。楽しいですね。全体的にはこの良さがだんだん分かってきましたから。次々やって、で年寄りにとって難しすぎるとよく聞きますけれども、やる気があれば年寄りでも若者でも何も変わらない興味があれば、できます。スコットさんは仕事帰りに買い物をするのが日課になっています。晩ご飯の食材を調達するのです。
スコットさんには10歳と11歳の2人の子供がいます。しかしこの家には奥さんの姿がありません。今年の1月に病気で亡くなったのです。スコットさんは洋服を着替える間もなく晩ご飯の準備に追われます。今夜のおかずは若鶏の生姜焼き。毎日献立で悩まないように1ヶ月分のメニューを親子3人で会議を開いて決めています。How's the food? Good, right? How about the steak? Okay. Who's this? This is Nick's? 子供たちの連絡帳も必ずチェックします。手紙2枚。Okay. Where? 本読み。子供の字。外人より下手ですね。OK。子供と接するのは楽しいというスコットさん。しかし父親と母親の2役をこなすのは疲れます。毎朝スコットさんは健康のために自転車で通勤しています。パソコンと向かい合う時間が長いので健康管理には注意しているのです。この辺は春になると鯉がたくさん泳いでますけど、戻ってきたら嬉しい。やっぱり1日に1回見ると見れたらよかったと思います。この磁石は道に迷わないようにしてるの？いや、これでも迷います。いつもこれ見てると事故になると思いますけど、たまに見ます。30分の自転車通勤で季節ごとの街の表情を見つけるのがスコットさんの楽しみになっています。朝8時15分、スコットさんは市役所に到着します。市役所で働き始めて1年、職場環境に少しは慣れましたが、まだ多くの戸惑いがあるといいます。町の情報化を進めるスコットさんのところへは、企業関係者など多くの来客があります。スコットと申します。しかし岡山市役所では名刺は必需品とみなされてはいません。スコットさんは自分のお金で名刺を作っているのです。よろしくお願いします。1枚あたりは数十円で、これを名刺交換しないわけにいかないけどお金になりますね。それちょっと嫌です。お客さんがもう毎日のように来てますね。で、新しいお客さんだらいっぱい名刺出します。日本の習慣ですね。いっぱい出してます。自分の金いっぱい使ってます。スコットさんはこれまで感じた仕事や職場の問題点などをメールにして市長宛てに送ってきました。今月は岡山と外国の姉妹都市との関係をもっと密接にするための提案を書くことにしました。この1年でスコットさんが市長に送ったメールは30以上になりました。一つの窓口でさまざまな書類の手続きがいっぺんに行えるワンストップ制を岡山市は目指しています。しかし現実にはまだまだ。その不便さをスコットさん自身も自分の経験から感じました。縦割り行政の問題点など職員がともすれば見逃してきたことを訴え続けてきたのです。
この日スコットさんは市長に呼ばれました。失礼します。インターネットを利用して国際交流も担当するスコットさん。今日は外国人が困った時にいつでも相談できる施設を作ることを市長に直接提案しようと考えています。だいぶ日本語うまくなったね。それはちょっと直してもらったところがあったの。姉妹都市の市民に何か付加価値をつけたいと思っていました。その来たらゲストハウスあるいはゲストルームは差し上げることとかね。それはできるよ。そう思ってたのは、例えば言葉が分からなくて、でもう助けてで逃げたくなってちょっと場所があればと思って。逃げる。What do you mean by that? So and they don't understand the language, they get scared, and they want to go someplace where they feel safe. Wow. So if they had something that was like, guest house for. 何があるとセーフに感じると思う？まず壁ね。壁。電話。電話ですね。コンピューター。そういう部屋、まあ市役所の中はできないだろうけど、そのセーフに感じること、それからその時にコミュニケーションが取れるっていうのはね、確かに重要だと思うよ。その仕事もやってみると面白いかもしれない。アメリカ人的なその階級を全く意識させないスパーンと僕のところにね飛び越えて送ってくるような感じがあって、これは非常に新鮮だったですね。それからね、もう一つはその全く逆のその驚きなんですけど、岡山市役所の職員の中にものすごくうまく溶け込んで、ああなるほどそういうところを見てくれたんだっていうようなことでね、ちょっとしたこう動きができたんですよ。スコットさんが市役所に勤めるようになって1年。もしもし、わけです。会長です。町内会長わけさんのホームページ作りも一段落しました。今度はテレビ会議システムを利用して町内会の役員会を開こうと新たな挑戦を始めました。おじいちゃん。言うか？おじいちゃん。今度は変わった人が出てきたよ。家おったの今日は。まあ一応成功でいうことだよなこれ。もう本当に生活の一部になりかけておるいうような感じです。どうもスコットさんありがとうございました。どういたしました。今日お邪魔しました。スコットさんの次なる仕事は岡山と世界の学校をインターネットで結んで子どもたちが気軽に国際交流を楽しめるシステムを普及させることです。この特徴としてはセキュリティが高くて生徒を守る環境を備えています。これは1年したら子どもからお年寄りまでみんなが情報化社会を楽しめる街にする。スコットさんの夢はますます膨らんでいきます。岡山のブロードバンドが日本全国に広がると思います。時間の問題だけで、地域の格差を超えて全世界につながるのが私の一つの願いです。